おはようございます。安倍義俊です。今回は言語化するっていうことについてちょっと考えてみようと思います。言語化っていうのは、だから基本的にはここで言う言語化っていうのは、その頭の中に浮かんでいるイメージなり概念なりを、その言葉に置き換えて、その人に説明できる状態にするっていうような意味でのその言語化っていうやつですね。僕自身は長い間その言語化するっていうことを避けてきました。特にそのもう随分昔の話ですけど、大学にいた頃ぐらいまでは、要するに僕は絵描きで、イラストレーターですけど、その大学の頃は日本画をやっていて、で、なんていうかな、その、要するに言葉にできないものをそのイメージとして絵に描こうとしてるので、例えばそのどういうテーマなのかを説明してください、言葉で説明してくださいみたいなことを言われると、だからその言葉で説明のしようがないから絵を描いてるのになっていうようなことをちょっと思ったりして、言語化から逃げていたわけですよ。で自分の中であるのは、心の中にあるイメージっていうのが、例えるなら、その、うねうねした曲線みたいなもので、言語は直線定規なので、心の中にあるそのうねうねしたものを直線定規を使って紙の上に落とそうとすると、多角形になっちゃうわけですよ。いやいや、くにゃっとした感じのものなんだけどとか、ふわっとした感じのものなんだけどっていうような、その、曖昧なものを、その、やっぱ言葉に直したときに、どうしてもピタッとくる、適切な言葉っていうのは存在しなくても、存在しないから絵を描きたいわけですけど、だからそうなっちゃうわけですよ。で、それが、そのある程度、その理にかなってるっていうか、だってそうじゃんっていうぐらいにしか思っていなかったわけですよ。で、今も正直そういう部分っていうのは多分にあって、でも、そうだな、今もうこうやって必死になんかその喋ろうとしてるのは、言語化するっていう、能力をきちんと鍛えておかないと、どっかで積んじゃうっていうことが、どっかで積んじゃうってことを52歳で気づいてもダメなんですけど、だからダメなんですよ。だからもっと今、もしこれ見てるもっと若い世代の人は、そうだな、なんか言語化するとなんかが逃げちゃう気がしてすごい嫌だったんだけど、で、僕みたいに考える人がいると思うんだけど、それでも、それはそれとして、それとは別なスキルという考え方でもいいから、言語化するっていうことを、何かその鍛えておいた方がいいんじゃないかなと思います。僕自身は文章を書くこと自体は好きだったんで、そういう意味ではだからその文章で何かを説明すること自体は嫌いじゃないんですよ。で、割と文章の仕事を頼まれたりすることも結構あったり、それこそアニメの脚本を書いたりもするので、それ自体がその目も当てられないほど下手くそというわけではないとは思うんですけど、絵を描くことみたいなものとはなんかちょっと違っていたんですよね。でも今はどういうふうに考え方が変わってきたのかっていうと、また例え話をすると、頭の中にあるイメージっていうのは、なんかその粘土みたいなもので、頭の中にある限りはすごい自由に形をいじることができて、どんな細かい細工もすることができて、自分の考えているぴったりのものを頭の中でこう作ることができるわけですよ。でもそれは頭の外に持ち出すことができないし、なんていうかな、粘土でいくらものを作っても、ある大きさ以上のものは作れないし、構造を持つことができない。例えばだからその粘土をこねてお城を作ろうと思っても、お城っぽい形のものをすごい細かい細工で作ること自体はできるかもしれないんだけど、それがお城っていう機能を持つことはない。だからその窓を一生懸命粘土でこさえて、っていうことはできるかもしれないけど、それは窓の形を細かくこさえただけで、窓じゃないじゃないですか。窓の形のものであって、みたいなことで、粘土でいくらその細かくものを作っていっても、やっぱ粘土細工以上のものにならない。頭の中で言語化しないでイメージをこねくり回している範囲では、なんかそれがやっぱり形にはならないんです。それを絵を使って言葉じゃないっていう表現方法でそれを形にしていくってことは間違ってはいないというか、その頭の中のそのイメージが、ビジュアル的なもんであるならそれを絵で表現するっていうのは正しいんだけど、でもやっぱり言語化するっていうプロセスを持たずに頭の中のイメージを1対1で、紙に落とし込もうとしても、ある一定以上の自分の、例えばだからそれこそ自分のワーキングメモリーで、制御できるよりも多い情報量をなんていうかな、同時に頭に思い浮かべることはできないし、それを複雑な構造を持った形で外で出していくってことがどんどん難しくなっていってしまう。
で、そこで頭の中にある粘土を焼いてレンガにしなきゃいけない。焼いてレンガにするっていうのは要するに言語化するってことなんですよ。で、言語化できる概念に置き換えることができれば、それは積み上げていくことができる。あるいはいつでも同じ形で取り出すことができる。なんかね、例えば絵を描く技術の中でこれを僕自分の頭の、それこそだからこれが言語化できないんですよ。だから自分の頭の中にあるイメージで、ある質感を表現するための鉛筆による手の動かし方みたいなものが言語化できないまま今僕の頭の中にはあるんですよ。ここをこうやってこうやればこういう質感になるっていう一連のプロセスが例えば頭の中にある。でもそれを言語化しないで置いておくと、例えば鉛筆の仕事から離れてなんか絵を描く別なとか文章の仕事とか違うことをしばらくやっていたりすると手がなまるじゃないですか。その時には同じ形で取り出せなくなるじゃないですか。あるいはだからその概念を使って何か絵をもっと複雑に組み立てていくみたいな時に今みたいに手をこうやって動かした時に出てくるこの質感みたいなものをいちいち頭の中に想起していたらもうそれだけで積み上げていったり組み立てていったりできなくなるじゃないですか。どっかで積むんですよね。で、僕自身はなんか絵の中で絵を描く時にしか使えない絵の言葉っていうのが頭の中にあってそれを使って普通の言語よりもはるかに速いスピードで絵について何か考える。だから外国語みたいに、ほら、よく言われる、僕外国語ができないから、これまた、例えとして正しいか分かんないけど、よく言われることとして、例えば日本語を使っている自分とかが英語を最初に例えば勉強していくと、最初は日本語を英語に翻訳して、それで英語を喋るとか聞き取るとか、そういう、ことをやってるわけだけど、ある日突然、英語で思考できるようになって、そうすると語学力が一気にアップするみたいなことがあるじゃないですか。僕の頭の中であるその絵の言葉っていうのは、そういう外国語、絵専用の外国語みたいなもので、それを使って、考えられるようになった瞬間に頭の中で構築できるパーツの複雑さみたいなものが上がってなんていうかな画力が上がったっていうか何か組み立てていけるようになったんですよ。だけどそれはそれでいいんだけどだけどそれは絵の言葉っていうのをじゃあ取り出せるかっていうと今言ったみたいに手をこんな風にこう動かした時に出るこの質感みたいなものを自分の頭の中で何か言葉ではない何かの一個の記号みたいなものに落とし込んでいて、それが、なんていうかな、イメージ的には、一枚のコインみたいなもので、それをコインをちょっとどっかに自動販売機に入れるみたいに、カチャって入れると、あるイメージが、手が勝手に動いて、あるイメージが取り出されてくるみたいな感じで手が動くんですよ。こういう感じにしたいって思った瞬間に、その感じを実現するための手の動きがある程度自動化して出るような感じになってる。だけど、それは、絵の中で自分にしか使えない言語化ではあるんだけど、これは、だから、頭から外に取り出せないんですよね。どうなるかっていうと、例えば、このレベルで終わっていると、例えばチームワークができない。あるいはある設計図をもとにみんなで何かを作り上げるみたいな時にこれは全く通用しなくなるわけですよ。例えばだから僕は漫画を描くけどアシスタントを使うということが未だにできない。今だから最終的な色塗りみたいにある程度ここをこの色でみたいな単純な指示でできるところだけを例えば奥さんに頼むみたいなことはやってるけど、もうちょっと作業を言語化して分解することができればもうちょっと的確な指示を出して的確な、なんていうかな、人を雇って省力化するみたいなことができるのかもしれないんですよ。で僕はまだそれができていなくて、あるいはだから自分の絵の説明みたいなものが本当に苦手で、一つにはだから自分の絵の描き方自体が、はっきり計画を持って始めるっていうよりは、描いてみたら自分が何が描きたかったのかが分かってきたので、ある程度ちょっと消したり書いたりしながら自分の頭の中に生まれたこういうものが書きたかったのか、へえっていうものに向かって進んでいくみたいな。だから一回進んで3歩進んで2歩下がってからまた進み始めるみたいな。である程度書いてみる。書いてみたらやっと自分が何が書きたかったのかがわかる。そしてそっちに向かって進んでいく。またわかんなくなったり、違うイメージでなんか自分のやりたかったことが浮かんできたりして、そうだったのかって気がついて方向転換したりするみたいなことがあるわけですよ。だけど最初にもうちょっと例えば言語化できていれば、この行ったり来たりみたいなものはなくせるわけですよ。僕の中ではこの行ったり来たりの中で自分にしかできない面白さが生まれたりするので、
あるいはだから自分でも思ってもみなかった場所にたどり着いたりするんで、このやり方自体が間違ってはいないというか、時間無制限で勝負できるんだったら、僕はやっぱこういうやり方をやると思うんだけど、でも、そうじゃない、もっと強い瞬発力を求められるような仕事の時には、何か素早い言語化の能力みたいなものが求められるんじゃないかなと思って。で、最近だから再びやっとなんかカメラ熱みたいなものがまた火がつき始めて、ライカが欲しいって思ったり、見たりとか、今日も、またじゃあ30秒だけカメラの話すると、今またシグマの FPL に、今日は、ロシアレンズのインダスターの 50mm の F3.5 をつけています。この間をつけた、50mm の F3.5 とは違って、どなたの家でも、ちょっと棚とかを探ると、インダスターが、2個3個出てくると思うんですけど、うちにも2つあって、前回やったやつは、M42 マウントのインダスターで、今回のやつは L39、ライカのスクリューの L のマウントのやつで、見てみたら、同じインダスターの 50mm F3.5 だけど、レンズの大きさとか、何もかもが全然違うんですよね。だからよくわからない。写りが、前回のインダスター 50mm の F3.5 とどう違うのか、わかんないですけど、ちょっとこれを見て。で、その割にはあれですね、全然違う場所にカメラ置いちゃったんで参考にならないですけど、そんな感じでカメラ、触ったりとかがまた面白くなってきて、で、本題に戻るけど、写真を撮るっていうことは、まさに今言ったような瞬発的に、イメージを自分自身で納得できる形で説明するような、言語化の能力に近いものがないとできないなんか表現手法で、だから一個僕はだから絵を描くことに関してはある程度の技術というか、何がしか自分では自分の絵がなかなかいいとは思えないわけですけど、でも一応プロとしてやっているし、一応そんな感じではあるんだけど、写真に関してはなんか全くちんぷんかんぷんなんですよね。恥ずかしいぐらいに。自分の中でだから言語化ができてないから撮った時にどれがいい写真でどういう構造を撮ったらいい写真みたいなものが、なんか瞬発的に思い浮かばないんですよ。だから絵の時は、例えば構図決めるとかって何日もかけてゆっくりと自問自答しながら考えて自分の今の内面に浮かぶ何かに呼応するような、自分の中から出てきた何かがこの構図の中に反映されるようなものっていうのを時間をかけてゆっくりここはダメだな。なんか画面の真ん中に自分がいられなかったですね。なんかすごい端っこに寄って喋っちゃってた。そして、バッテリー交換したら何喋ってたのか完全にわかんなくなりましたね。で、今、SSD 抜いてちょっと動画を見てみて、話してた内容をちょっと確認したんですけど、そう。だから、僕自身は、構図を考えるときとかに、絵の場合はめちゃめちゃに時間をかけて、やってきたわけですよ。で、同じような考え方で、写真を撮ることはできない。特に街中をちょっとスナップ写真撮るときとかに、構図に3日かけるとかできないじゃないですか。瞬発的に何かをできなきゃいけなくて、その能力が、なんていうかな、言語化みたいなものに多分近いんだと思うんですよ。ゆっくりと自分の中の曲線で出来上がっているものを曲線のまま取り出そうとかじゃなくて、直線定規でパッパッパッパって線を引いて、とりあえず多角形になってもいいから近い形のものを出すみたいな。で、それが何であるのかを瞬間的に自分で確認するっていうようなイメージの出し方が必要で、まさに自分が一番避けて、なんていうかな、できずにいたところで、これができるようになると、そうだな。なんか自分の中の絵の引き出しが一個増えるなと思って、そういうことも含めて、なんか今写真撮るの面白いなと思い始めています。だから写真を純粋に撮るってことから考えたらちょっと動機が不純になってしまうのかもしれないけど、自分にとってやっぱり絵を描くっていうことがどうしても中心にあって、そこからあらゆることを考えていくたちというか、もはや完全に絵が自分の人生の明らかに中心にあるんで、どうにもならないんですけど、でも今だからそんなようなことでちょっと写真を撮ることが面白くなっていて、で、じゃあどうやって考えていけばいいのか、言語化みたいなものに対して。で、多分これは自分のなんていうかな、性格っていうか脳の特性みたいなものと深く結びついていて、僕はどうしてこんな風になったのかっていうと、何か検査をしたわけじゃないからわかんないですけど、多分自分は、傾向として、受動型の ASD みたいな傾向が、多分すごく強くて、基本的に受け身で自分の意見とか自分の考えとかを外へ出すのがものすごく、それが特に人に対して自己主張するみたいなことが非常に苦手というか、抵抗がある
人間でなんで絵描きやってんだって話ですけど、まあ多分そうだから、直接じゃなくて瞬発的な反応じゃなくて時間をかけてゆっくり自分の中にあるなんていうかなその何かを表現したいっていう動機は何なのかみたいなことを解き明かしていくようなものが欲しくて、それで多分絵を描くっていうことに惹かれていったんだと思うんですよね。写真はちょっと似ているようで違って、ずっとその自分の中にあるこれをどう撮りたいのかっていう、そのどう表現したいのかっていう、その自分の中にある動機がその瞬間的に自分で明快にできていないとシャッター切れないので、だから多分苦手なんだと思うんですよね。だからこれがうまく鍛えられると自分の中ではすごく、何かが大きく変わるきっかけになるような気がして、そういう意味でもなんか写真面白いなと思っています。だからその今までもずっとカメラいじったり面白かったんだけど、面白いと同時にずっと苦手でもあったんですよね。だから自分が撮った写真を人に見せるってことがあんまりなくてというかほとんどなくて、なんかフリッカーに写真を置いておくけど、置いておいていることを誰かに伝えることはまずないみたいな。時々撮れた写真とかをインスタグラムとかにスマホで撮ったものも含めてアップするようなことはあったけど、それも時々で。それも何か自分の中の何か表現したいとかじゃなくて、これ食べたよみたいなものをアップすることがほとんどで。だからそれがなんかうまくこうやって、それこそだから言語化ですよ。こうやって言語化して、自分の中にあるこの受け身の性質みたいなものが写真を撮る中ではすごくネックになっていて、逆に絵で言うとゆっくり時間をかけて何かそこを考えていくみたいなところをうまく機能させられれば、その自分の絵の中では持ち味として使うこともできていた。でもだからその写真、特にだからその瞬間的なスナップ写真みたいなものの中では自分の今ある考え方は通用しないんだっていうようなことが言語化することで分かったりするじゃないですか。だからこうやって今でもこうやって説明したことって自分の心の中にあるものと完全に一致するものではないんだと思うんですよね。だからそれこそ曲線を直線定規で書いているに過ぎないので。でも重要じゃないですか。これだけ分かれば次に行けるっていうか、じゃあどうしようみたいなことができるとか。あるいはだから今まであったカメラはガジェットとしてすごく好きだけど、それを外に出して人に見せたりするのは苦手みたいなところも変えていけるっていうか、その変える必要性があるんだっていうことが分かってくると、じゃあやってみようとか、じゃあ写真に挑戦するのは面白そうだって思えたりとか、僕苦手なものに向かっていくの好きなんで、苦手っていうのが言語化できるとやってみたくなりますね。だから要するに自分みたいな非常に受動的な人間が写真のようにどっちかというと能動的に自分が何を撮りたいのか、ここの場面でどの場所で立ち止まってどっちに向けて、結局どこでシャッター切るかみたいなことが、基本的にはその写真での中の大きな自分のその選択じゃないですか。何を撮りたいのかとかどう撮りたいのかっていうその自分の中の動機をどうやって言語化するっていうか、自分の中で発見すればいいのかっていうことをまさに僕はだからそれが苦手でいたわけですけど、多分僕は今までその一箇所で立ち止まったら大体において一枚しか写真を撮らないことが多くて、なんだろうね、これもちょっと絵の考え方に引きずられてるんだろうけど、何枚も撮っちゃいけないような気がしていたっていうか今もいるんですよ。でも冷静に考えてみると何枚撮ってっていいわけじゃないですか。だから多分一枚撮ってみて、撮ったものを見てみたらもっとこうすればよかったみたいなことが分かって、それをきっかけにじゃあこういうふうに撮りたかったんだっていうふうに発見できるのかもしれないですね。だから絵でいうとこのそのさっきも説明したけど、僕自身は絵を描き始めるときに結果的にどういう絵が描きたいのかっていうことが分からないまま、もやもやとした動機のまま白い紙に向かって何かを描き始めちゃうことがよくあって、その完全に何もないわけじゃなくて、その最低限題材みたいなものは例えば仕事の絵であれば与えられていたりするわけですけど、描き始めてみるとこれだと伝わらないみたいなものが分かったりとか、あるいはこういうふうに描きたかったんだとか、あるいはこのキャラクターを僕はこういう人物としてイメージしていたんだみたいなことに気がついて、ちょっと消して書き直すみたいなことをするわけですけど、写真に対してもそうで、もしかするとなんだかわかんないけどとりあえずシャッター切ってみて出てきた絵を見て、どこがおかしいのかとか、どこが自分の好みではないのかみたいなことを考えて、そこから逆算して次もう一枚じゃあこの場所で撮るとしたらどう撮ったらいいのかみたいなことを繰り返していくと、ちょっと
まただからこれは素早くではないんだけど、その将来的にはだからもうちょっと素早く、何がしたいのかを言語化できるというか具現化できるようになるかもしれないですね。本当に受動的な人間で、多分僕50年、52年生きてきてるけど、例えばだから自分からあれですよ、誰かに例えばご飯食べに行こうとか飲みに行こうとかって自分から誰かを誘ったことって一度もないと思うんですよ。そうですね。多分ない気がしますね。やったことがないので。でそれはだから別に何かこう人間嫌いとかではなくてなんか誘われるとホイホイと割とついていったりするわけですけど、時間が許す限りできる限り外出ようとは思うわけですけど、じゃあ自分から動くかというと動かなかったりとか、そうだな。だからこれ良くないところだから、僕はありがたいことにイラストレーターとしてはプロになってもう30年ですけど、だから仕事が途切れたことが多分一度もなくて、ほぼほぼ一度もなくて、要するに今やってる仕事の最中に、もう必ず次の何がしかの締め切りが挟まってきているみたいな感じで、スケジュールが空くことがなかったんで、そういう意味では、誰かに頼まれた仕事をこなしていくうちに、時間がどんどん過ぎていって、これがだからありがたいことに、どの仕事も、なんか、自分にもったいないぐらい面白い話ばっかりなんですよね。なので、ホイホイ引き受けているうちに、気がつくと52歳になっていて、自分の頭の中にあるものを外へ出すっていう物語を、本当に最後に作ったのって、それこそ30歳ぐらいの頃にやったハイバネ連盟とかが最後かもしれなくて、それ以降、全くないではない漫画の連載をしたりとか、いろいろやってるわけだけど、それもでも、なんだろうな、漫画描きませんかっていうお誘いを受けて、じゃあその時にあるものみたいな感じでやっていっていて、明確に自分の中にあるものをやってやろうみたいなものが、同人誌とかで、だからポツポツ、それこそカメラ熱がわっと高まった時に瞬間的になんかカメラの漫画描いちゃえと思って描き始めるみたいな、なんかそういうのが時々あるにはあるんだけど、油断していると、誰かに頼まれたものをどうしても優先してしまって、それは、なんだろうな。なんか自分の中で、やっぱり受け身でいることが楽なんですよね。なんかそれを何とかしなきゃいけなくて。そういうことも含めて、写真に対する考え方みたいなものを自分の中で深めていくことが、もしかすると自分の中で、自分発で行動を起こしていく、なんか能力を身につけるきっかけになるかもしれないなということを今、それこそ話しているうちにそういうことに気がつきましたね。なるほどな。そうかもしれないですね。もしかするとだからやっぱ無意識になんかずっと最近そういうことをずっと考えるようになってきていて、だから自分は本当にこの受動型の脳の特性を持っているようだということが分かってきて、それに対してでもそうだな、なんか自分はだからその生き方に完全にマッチするようななんていうかな、生活スタイルを完全に確立しちゃったんで、このままやっていこうと思えばきっとやっていけるんだと思うんですよ。来た仕事に対して答えていけばいいみたいな形で。でもどっかでそれは積むかもしれないし、自分の中でもしかすると、例えばだから寿命が来て死ぬ時とかに、この物語を形にしておけばよかったみたいなことを思うかもしれないですね。だから自分の中の動機をしっかりと形にしていく習慣みたいなものをつけなきゃいけない時期に、年齢に来ていて、その時にちょうど多分、今この写真に対する考え方、興味が出て、その写真は絵に対して似ているようなその表現手法に思えるんだけど、自分からもっと積極的にその瞬間を、それこそシャッター嫌いなので写真は撮れないので、絵だってもちろん手を動かさなければ描けないわけだけど、そういうことともっと違って、絵はだからさっき言ったみたいに、わけもわからないまま手を動かしているうちに自分の中の動機がゆっくり明確になっていくみたいな、ゆっくりしたプロセスを踏めるじゃないですか。でも人生ってそうではないので、多くの場面で。瞬間的に決めなきゃいけないっていう場面で自分は立ちすくむことが多いので、写真がすごく自分の中の何かを変えるきっかけに、同じ話をぐるぐるしちゃうけど、なんかなりそうな気がしますね。っていうような話でした。なんかこれは自分のなんか大きな人生のテーマになりそうな話なので、時々同じテーマで話すことになるような気がしますけど、今日はこんな感じで、話してみました。完全に僕の話ですね。ありがとうございました。はい。では。